気づいちゃったんですよ。ここね、暗渠の十字路の可能性めっちゃ大。皆様こんにちは。地理学出身、そして街の息遣いをジオラマで表現する鳥江森次です。前回は僕が初めて記芸出版社さん主催の TMS レイアウトコンペで一番いい賞をいただいた作品のダイジェストをお楽しみいただきました。そこでは完成したジオラマの様子や発生した大きなトラブルをご紹介しました。今回はその続き、ジオラマに隠された水のストーリーのお話をしてまいります。実はこのジオラマですね、普通のジオラマとは大きく違うところがあるんです。秘密は地下。この町の地下には水の隠されたストーリーがあったりなかったりするんです。いや、なんでねそんなの作ったのかって、実は僕は幼稚園の頃から暗渠の排水溝を眺めるのが大好きだったんですよ。そのあたりも含めて紐解いていきます。概要欄の目次チャプターもご活用ください。まずは制作のダイジェストをご紹介します。川崎区の日常をジオラマで再現しました。詳しくは概要欄をご参照ください。この作品は僕が札幌に住んでた2019年に制作を開始した作品で、仙台と札幌を行ったり来たりして制作をした思い出があるんです。ギミックの工作にはめっちゃ熱量を注いだ作品になってまして、これね最初で最後なんですけど、踏切動作反応灯を再現したりしたんです。トラックとか乗用車のヘッドライト、テールライトの点灯だけじゃなくって、出店の照明とか看板などの照明にも力を入れました。そしてこの作品は既成の照明ユニットだけじゃなくって、自分で LED 工作をした初めての作品になってて、めっちゃ記念すべき作品なんですけど、慣れない作業なんで、前回お話ししましたように事件が連発しちゃったんです。やっぱり何事も経験と勉強ですよね。建物に関しては札幌である程度形にして仙台で塗装する、そんな感じで作業を進めてたみたいなんですけどもね、ほとんど覚えてなくって、でも初めて本格的に作品のほとんどの建物をスクラッチしたっていうことだけ覚えてて、この建物が初めての本格的なスクラッチ作品になります。どれぐらいの制作期間かかったと思います？そうそう、この作品の建物では簡易的なんですけど、店舗に関しては内装も再現しています。凄腕モデラーの畑さんの影響で、この作品ではカチ割り状の建物をたくさん作ってまして、かなり不慣れな作業であれなんですけど、今までみたいに不自然な空き地がなくなったんで、ジオラマがぐっとレベルアップしたように個人的には思ってます。ここからは今回のメインディッシュのご紹介になります。個人的にはめっちゃ盛り上がってきたんですけど、これあくまで個人の感想です。僕が今まで制作してきた作品のほとんどはジオラマの周りに木目シートを貼ったり、黒く塗った厚紙を貼って仕上げていました。でもこの作品では一部にジオラマの断面を作ってまして、地層だけじゃなくって水のストーリー自体をジオラマで表現したんです。この画像はこの作品のすぐ前に制作した万葉線のミニレイアウトになります。画像みたいにですね、この作品でも断面を再現してるんですけど、初めて断面を再現した思い出深い作品ではありますけど、単純にね断面を再現しただけだったんです。そこから進化したこの作品では、なんと水のストーリー自体を断面に再現しました。なんでそんなのをわざわざ作るのって思われるかもしれないんですけど、何を隠そう、僕はまだ幼稚園の頃からですね、暗渠の排水溝とか大好きだったんです。子供の頃、東京都練馬区の石神井公園に住んでまして、その石神井公園の石神井池っていう池があって、そこからですね遊歩道が出てるんですけど、その遊歩道の下を暗渠が流れてたんです。その暗渠と石神井川の交差点に、石神井川に流れ込む暗渠の排水溝があるんです。ちょうどストリートビューで見るとここなんです。ここ四角い排水溝見えると思うんです。今はこうやって四角く大きなコンクリートの排水溝になってるんですけど、僕が幼稚園の時ってこの排水溝はこのイラストみたいに丸いヒューム管だったんです。ちょっと記憶が曖昧なんですけど、ここをね工事してた記憶があって、もうこの工事すっごい楽しくってずーっと見てました。そんな経験とジオラマを融合させた、いや融合させつつあるっていう方が正しいかもしれません。その過程にあるのがこの作品になります。暗渠の話になったんでちょっと熱く語りすぎてしまいました。ここで現地の状況を確認します。しばらくの間ブラタモリのように地形を紐解いていきますので、純粋にジオラマだけご覧になられたい場合にはチャプターで進まれてください。一部の地理好きな方、水路好きな方、
そして暗渠がお好きな方はここから盛り上がること間違いなしです。さて、ジオラマで再現するのがこの四角く囲ったエリアになります。ここから南に向かったところ、ちょうどですね、今マークしてあるここ東北自動車道が通ってるんです。そしてこれ東北道と交差するあたりに八反田川っていう阿武隈川水系、簡単に言うと阿武隈川に流れていく小さな河川、小河川があるんです。お気づきの方も多くいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、ブラタモリ流に表現すると、そうなんです、この場所やっぱり高低差があるんです。それも含めてご紹介をしていきます。ここで国土地理院の地形図をご覧ください。このエリアの水路にマークをしてみます。ちょっとこれすごくないですか？所狭しと網の目状に水路が張り巡らされています。これはこの町に暗渠がある、そんな匂いがプン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 します。ここからは少しだけ僕がジオラマを作る前にどんなことを考えて何をイメージするのかをご紹介します。画像は初版の事情で年代別の航空写真をご覧いただきます。最初に昔の水路網を調べました。理由は簡単なんです。昔の水路が分かれば今の地形図と照らし合わせて暗渠の位置が推定できるじゃないですか。なのでインターネットの今昔マップを駆使して様々な年代を調べました。でも地形図に水路の詳細載ってなくって結局分かんなかったんですよ。次にジオラマ内に高低差を再現するか、そもそもでですね、僕にその高低差を再現できるのかっていうのを判断するためと、あと水流の向きを確認するために高低差を見ます。水流の向きって地形図見がパッと見で分かりますけど、思い込みって禁物じゃないですか。なので念のために確認しました。とっても運がいいことにこのジオラマの主役になる駅前に標高の表示があったんです。この地点の標高は95メートル。なるほど。そして視線を少し南にある八反田川の方、つまり画面の下の方に移していったらですね、またラッキーなことにいいところに標高の表記があったんです。ここ93メートル。なんか僕持ってるななんて思いながら、高低差を計算していきます。この2地点の高低差は95メートル引く93メートルで2メートル。1メートルって100センチ。100センチは1000ミリ。そして2メートルは2000ミリ。 N ゲージは150分の1になりますよね。なので2000割ることの150で高低差13ミリっていう計算になりました。ジオラマの範囲が赤い四角で囲まれた範囲、まずここが標高95メートルで、ここが93メートルじゃないですか。でジオラマの長手の方向の長さがこの範囲内4つ入るような感じに見えるんで、13ミリ割る4で3ミリ。つまりこの四角1個分あたりの端から端の高低差が3ミリぐらいっていう計算になるんです。この高低差ならプラ板の枚数とか僕の場合って結構誤差が出るんで、普通に作ってればこれぐらい誤差出るなって思いながら、これはいけるわって思いました。で先ほどの水路網をもう一回表示します。次に念のために水流の向きを考えます。駅前のこの地点の標高が95メートルでしたよね。で川との交差点付近の標高が93メートル。そうなんです。この八反田川から北側のエリアの水流っていうのは一部ちょっと予測不能な場所もあるんですけど、水の流れは基本的に高いところから低いところに流れるから、この原理原則に基づいて考えたら多くは北から南、もしくは北西の方向から南東へ流れていくっていうことが推測できました。もうね、暗渠好きの方だったらこの画像を見ただけでここに暗渠があるっていうのが目星つくと思うんですけど、今回はジオラマの話なんでこのジオラマの範囲内だけで暗渠の話をしますね。ここから先はざっくりとした現地調査の模様をご覧いただきます。まずは駅前のこちらの道路の現地の様子をご覧ください。この画像が東から西に向かって、ちょうど地図だとこの位置から矢印の向き、駅の方に向かって撮影したものになります。ちょっと道路の側溝の幅にご注目ください。一般的なものよりも少し幅が広くなっています。そしてグレーチング、この網網ですね。このグレーチングの設置される間隔もこんな感じで、一般的なイメージよりも密度感があったんです。そうなんですよ。暗渠の雰囲気がめっちゃ漂ってるんです。画面の奥に見える踏切の脇にガードパイプが見えていますので、ちょっとそこまで行ってみます。
凄腕モデラーの愛木さんとの合作を動画化しました。詳しくは概要欄をご参照ください。というわけで駅前まで移動してきました。線路と水流の交差の部分はこんな感じで快挙だったんです。そしてこの画像をご覧ください。ちょっと皆さん何か感じません？僕ね、現地で違和感感じたんですよ。で、しばらく辺りを見回してたんですけど、こんな感じで線路の奥の方の地盤だから県道とか市街地があるところが少しですね、今いる場所よりも高くなってたんです。だから踏切も手前、今僕が立ってるところっていうのはフラットなんですけど、県道の直前でグーって坂になって上がる、そんな感じだったんです。この情報もしっかりと入れておいた方がジオラマ作りには良さそうです。そして県道と交差する細い道に目を向けてみると、そこには道路の両側に側溝なんだか水路なんだかちょっとよくわかんないんですけど見えていました。画面の奥の方が標高が高いって分かったんで、水の流れは画面の奥の方から手前に向かってちょうど矢印みたいに流れることが推測できたんです。こうなるとさっきの快挙ちょっとどうなってるのか皆さんも気になりますよね。ということで踏切から快挙を覗いてみます。ありますよ。ちょっとこれ分かります？水流が光って見えます。雨が降った気配が見当たらないんで、ここもしかしたら常に水流が流れてるのかもしれないです。僕の中ではここはもうほぼほぼ暗渠確定です。ちょっと今来た道を振り返ってみます。先ほど確認したグレーチングの数といいですね、水路と側溝を兼ねた暗渠じゃないかななんて思っています。ここも経過したら楽しくなりそうです。今度は線路と並行する県道に出てきました。いやー、それにしても線路と道路の密接感、これ飯坂線が軌道線だった時代の名残なんでしょうかね。ちょっと話脱線しちゃうんですけど、このエリアってこんなにたくさんマイ踏切が連続してるんです。この場所もね、本当は模型化したかったんですよ。こんなに踏切が連続したら密度感があってめっちゃ楽しいじゃないですか。でもね、マイ踏切は前にも作りましたし、この作品でも駅の南側にマイ踏切を2カ所作ってるんです。まあスペースの関係もあることですし、北側のこのエリアに関しましては再現を断念しています。でもトレインビューの敷地は羨ましいですよね。あともう一つ、水流の関係じゃないのでサクッとお話ししますけど、道路と線路の密度感について河川中に道路標識が設置されてるんですよ。面白くないですかこれ。もうね、もちろん模型化してますよ。さて話を戻します。線路と水路が交差する場所に見つけた快挙がこちら。そして水流の上流側に少し視線を移すと、線路と道路の間に側溝や水路がないのがお分かりいただけると思うんです。これももしかしたら例えばですね、昔左側の車線とかこの辺りに線路があったとか、そういう軌道時代の名残なんでしょうかね。よくわかんないんですけどね。先ほど線路と交差した水路の上流側、ちょうど県道の下では水流が暗渠になっているのを確認しました。今度はその真上って言いますか、暗渠の地上側を確認します。今映ってる場所、ちょうどね、この舗装が変わってるんですよ。ここが暗渠になります。こういうの楽しいですよね。ちょっと上流の方向いてみるんで、視線を道路の向こう側に移します。交差する細い道路の両側に水流が見えました。水の流れは矢印のこんな感じなんだと思うんです。そして手前の県道にも水流がありました。先ほどのチリン地形図の毒図から多分ですね、右から左矢印のような感じで水が流れていると推測できます。水流同士が合流する場所にはこのようにグレーチングが設置されていました。グレーチングも模型化したら臨場感出ますよね。さらに状況を確認したかったんで、県道を渡って南側を向いてみました。奥に見える橋、これですね、東北自動車道なんです。その向こうに八反田川が流れてます。その八反田川に向かって県道が少しずつ下がってるのが分かります。そしてここではですね、歩道にもご注目なんです。これ先日公開した暗渠特集動画でも触れたんですけど、歩道が暗渠になっているっていうワイルドなスタイルなんです。こういう構造ってめっちゃ楽しいですよね。さてここで今度は視点を変えてこのエリアを上空から確認してみます。今探索してきた道をこのように赤くマークしました。そして水の流れは地理院地形図と現地調査から矢印みたいに流れることが想像できます。ちょっと交差点周辺を拡大してグレーチングの場所を確認してみます。こう見るとグレーチングが多いのが分かります。そしてですね、先ほど調査した水路がここにあって、で県道の歩道の水流がこちら、そこに2本の水流が細道の脇のやつですね、合流します。
こうなるとこの交差点の地下どうなってるかめっちゃ気になりますよね。もしかしたら皆さんも僕と同じこと考えてるかもしれないんですけど、上から見たらもう一目瞭然、ほぼほぼこれ答えですよね。僕ね気づいちゃったんですよ。皆さんここね暗渠の十字路の可能性めっちゃ大。これぜひとも模型化したいですよね。これねやってみたいですよね。そして地下も作ったらすっごい楽しそう。以上ブラモリジのコーナーでした。ってなんだそれ。次回はこの水の物語を再現した普通のジオラマでは見られないちょっと変わった地下構造、そして人々の息遣いを詳しくご紹介してまいります。今回も最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。次回もまた皆様とお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。この作品は2026年4月11日12日に東京北千住で開催される東京ジオラマ展2026で展示します。イベントの詳細に関しましては概要欄に貼りましたリンク先をご参照ください。今回のイベントでの僕の作品の展示予定をご紹介してまいります。まずはこちらの作品、僕が川崎区に住んでいた時の思い出を再現した南武線の小田坂駅です。この作品ですね、電車や貨物列車を走行させながら展示する予定なんです。なお動画の車種と当日走行させる車種とはちょっと変更しますんで、その点はご了承ください。同じく川崎区に住んでいた時に制作した路地裏の超特急って名付けたゴミ屋敷があるジオラマ、こちらの作品は電車の走行はしないんですけど作品をイベント会場に展示します。そしてですね、めったに作品展示をしない東急線の多摩川駅も展示します。この作品は地下の多摩川線、そして地上のコンコース、高架の東横線と目黒線までを立体的に再現した作品になっていまして、こちらの作品も電車の走行はないんですけど作品をイベント会場で展示します。あとは現在制作中の新作も展示予定になっていて、取材でちょっと僕不在にすること多いと思うんですけど、めったに作品展示をしませんので、ぜひご賞覧いただけましたら嬉しいです。ジオラマ制作担当のアトリエモレジが皆様のオーダーメイドの作品を心を込めて丁寧に制作します。お問い合わせは概要欄のリンク先にあるオーダーメイドお問い合わせフォームからご質問ください。